新しい演目ですか？はい。工藤さんがシリウスでも古典以外の演目をもっとやっていくべきかも、なんてお話を柊さんとしていたのを目撃しまして。ここは一つ、パンダたちで企画を持ち込んでみるのはどうでしょうか？その心は？シリウスのために馬車馬のごとく働きリーダーシップを見せるパンダ。さすがパンダ。パンダかわいい。演技もうまい。センスもある。妄想の間違いじゃなくて。カトリナちゃん。パンダの思惑は置いておくとして、その企画っていうのが新しい演目のことなの？ですです。パンダ、演じるのも大好きですけど、実は戯曲を書いたり演出したりにも興味がありまして。というわけで、脚本パンダ、演出パンダ、主演パンダで何かやりましょう。さらっと自分を主演に組み込むのは卑怯じゃない？そこはやっぱりオーディションだよね。私、バイオロイドの役がいいな。おい、サス。SF 劇とは一言も言ってないぞ。いきなりぶっ飛んだ役示すんじゃねえ。はあ。それで、どんな演目をやる予定なの？そうですね。やってみたいのは実話系で、パンダたちにしかできない、身近で、だけど不思議な物語。身近で不思議？ズバリ、ココちゃんとおしずちゃんのセンスを題材にした物語です。私たちの？ある時から大スターを志す演じ手たちの間に生まれた輝きの形、センス。その中でも異質なもう一人のココちゃんという存在。夢物語のキャラクターみたいなおしずちゃんの半生を描いた舞台は面白くなるんじゃないかなって。それはつまり、これまでのココナさんと静香さんの奇跡を舞台で見せよう、ということでしょうか。少し悪趣味なような。そうかしら。舞台役者に限らず、歴史に残る偉人たちは往々にして舞台化されるものよ。ママ、テレーゼ・グリーベルにもそういうオファーは来るわ。まあ、もちろん茶化す気はないですし、登場人物の名前も変えますよ。ココちゃんだってわからないくらいには内容も脚色することになると思いますし。あくまでココナと静香をモチーフにした戯曲ってことだよね。そういうこと。出来上がった戯曲に納得がいかなければボツにしますし、上演するしないは置いといて、企画は柊さんに出したいんですよね。無理にとは言わないですが、どうでしょう？私は見てみたいな、二人の物語。私は静香ちゃんのことたくさんの人に知ってもらえるいい機会かもって思ったよ。ココナがそう言うなら私も構わない。マジです？ええ。でも本当にそれが面白い舞台になるのかは疑問だけど。まあそこはパンダが頑張ってうまいことやっておきますから。ボスも半端なものは決して受け取らないよ。そうよね。よっしゃー！じゃあ決まりです。まずは取材。根掘り葉掘りおしずちゃんにインタビューしていきますよ。さっさー！合点。え？パンダたちのお部屋にご案内。ココちゃんも来てくださいね。静香ちゃん、待ってよ、パンダちゃん、さすがちゃん。大丈夫かしら。心配でしたらカトリナさんもついていってはどうですか？嫌よ。パンダとさすがの部屋、なんだか怖いんだもの。